じはずんだもんなのだ。2月14日に追加された新パックでマルファ、マニフィカ、リタニアが追加され、エクソシスターが超絶強化されたのだ。というわけで今回はエクソシスターの解説をしていくのだ。エクソシスターはレベル4、ランク4のエクシーズテーマなのだ。相手が墓地を使った時反応する効果を多く持っていて、墓地利用を徹底的に防ぐ特徴を持つテーマなのだ。加えて今回の新規カードを中心として相手カードを除外できる妨害を多く用意できるのだ。その妨害はモンスターとトラップに分かれているので、相手に対応されにくくなっているのだ。1枚初動やそのサーチカードがあることで安定性を確保でき、大量の手札誘発を採用することで後攻でも勝ちやすいデッキなのだ。以上をまとめるとこんな感じなのだ。相手の攻めをさばいて勝ちたい人におすすめのデッキなのだ。続いてエクソシスターがどんな動き方をするのか見ていくのだ。先行展開は2通りあって、1マルファプラスエクソシスター、2エリス・カステラプラスエクソシスターなのだ。まずはこの3枚の効果を見ておくのだ。マルファは場のモンスターがいない場合かエクシーズモンスターだけの場合、手札から自身を特殊召喚しつつデッキからエリスを特殊召喚する効果があるのだ。つまりこのカード1枚から召喚権を使わずにエクシーズ召喚までできるわけなのだ。続いてエリスは場にエクソシスターモンスターがいる場合に手札から特殊召喚することができるのだ。例えば召喚権を使って先にエクソシスターモンスターを出しておけば、このカードを特殊召喚でき、そのままエクシーズ召喚につなげられるのだ。そしてエリスと対照的な効果を持つのがステラなのだ。ステラは場にいるとき手札からエクソシスターモンスターを特殊召喚できるのだ。ステラを召喚して手札にエクソシスターモンスターがいるなら、そのままエクシーズ召喚につなげられるのだ。以上を踏まえて先行の基本展開ではまずカスピテルを出しに行くのだ。手札にマルファがあるならマルファ1枚で、あるいはエリスかステラと他にエクソシスター1枚があればそれらを使ってエクシーズするのだ。カスピテルはエクソシスターモンスターをサーチできるので、マルファから展開した時はステラ、エリスかステラから展開した時はマルファをサーチするのだ。そしてサーチしたカードを使って今度はミカエリスをエクシーズ召喚するのだ。ミカエリスはエクソシスター魔法トラップをサーチできるので、エクソシスターリタニアをサーチするのだ。これが妨害の1つ目になるのだ。効果は後ほど紹介するのだ。ここまで展開できると場にカスピテルとミカエリスがいるから2体を使ってマニフィカをエクシーズ召喚するのだ。これで展開終わりなのだ。それじゃあここまでの展開でどんな妨害ができるのか見ていくのだ。マニフィカとリタニアの2枚で妨害していくのだ。まずマニフィカはフリーチェーンで対象を取らない除外ができるのだ。この効果を最初に使っていくのだ。続いてもう一つの効果として素材としているエクシーズモンスターに変身できる効果があるのだ。これを使えばさっきの基本展開をしているならばカスピテルかミカエリスに変身できるはずなのだ。カスピテルなら墓地からの特殊召喚を封じられるし、ミカエリスならフリーチェーンでは墓地のカードを除外できるのだ。またこれらカスピテルやミカエリスはそれぞれサーチ効果も持っているので、次のターンまで生き残ればリソースにもなるのだ。ここまでがマニフィカを使った妨害なのだ。マニフィカの次にリタニアを使っていくのだ。リタニアは相手の場、墓地のカードを対象にとって除外した後、効果を1つ選んで適用できるのだ。マニフィカの効果でこのターンにエクシーズ召喚しているはずなので、基本的に後者の除外効果を使うのだ。以上がエクソシスターの妨害なのだ。最大4枚除外、あるいは3枚除外と墓地からの特殊召喚封じができるので、十分に強い先行展開と言えるのだ。その他に上振れ展開としてバテイスを素引きあるいはサーチできた場合を考えるのだ。バテイスはデッキからエクソシスターモンスターを2体特殊召喚できる効果なのだ。これだけ見るとただ展開するだけに思えるけど、これはエクソシスター下級モンスターを使った妨害なのだ。
エクソシスターの下級モンスターは墓地のカードが相手によって離れた場合にエクソシスターエクシーズモンスターを出せる共通効果があるのだ。墓地のカードが相手によって離れることは意外と今の環境では多くて、墓地のカードを除去したり墓地からモンスターを蘇生したり墓地のカードをコストとして除外したりなんかも含まれるのだ。これらに合わせてバテイスを使うことで処理後にエクソシスター下級の効果が使えるというわけなのだ。またバテイスのもう一つの使い方としてリタニアとのコンボがあるのだ。リタニアで適用できる効果の一つにあのモンスターを使ったエクシーズ召喚があるのだ。バテイスでモンスターを2体並べた後にこの効果を使えば新たなエクソシスターエクシーズを出せるのだ。以上がバテイスを使った妨害なのだ。それでは先行での対戦例を見てみるのだ。手札にエリスとエクソシスターがいるパターンなのだ。まずはエクソシスターに召喚点を使ってその後エリスを特殊召喚することでエクシーズ召喚を狙っていきたいのだ。場にエクソシスターモンスターがいるのでエリスを手札から特殊召喚。レベル4が2体揃ったのでまずはカスピテルをエクシーズ召喚するのだ。カスピテルはエクソシスターモンスターをサーチできる効果があるのだ。ここではマルファをサーチしその効果で手札のマルファ自身とデッキのエリスを特殊召喚。さらにレベル4が2体揃ったので今度はミカエリスをエクシーズ召喚するのだ。ミカエリスはエクソシスター魔法トラップをサーチできるのでリタニアを手札に加えるのだ。さらにランク4エクソシスター2体でマニフィカをエクシーズ召喚するのだ。手札のトラップを伏せてターンエンドなのだ。相手はイギルツインデッキミイラの効果に合わせて増殖する G を打つのだ。それにはハカーナで対応してくるんだけどここでバテイスを発動するのだ。バテイスの効果でエクソシスターがデッキから出てくるんだけどハカーナの処理時にエクソシスターモンスターがいることになるからハカーナで墓地のモンスターが除外されたことに反応しエクソシスターの共通効果が使えるのだ。この辺りが手札誘発を多く採用することと相性が良いのだ。相手はエクソシスターエクシーズモンスターが一気に並ぶのを嫌いここで一シツクを打ってきたのだ。僕の場のモンスターは全て効果が無効にされたけど妨害がモンスターとトラップに分かれているのが強いのだ。スプライトは場にレベル2がいないと展開できない。つまり着地狩りに弱いから全部除去してやるのだ。場にエクソシスターモンスターしかいないのでリタニアを発動。まずはブルーを除外するのだ。続いてエクシーズ召喚する効果を適用してミカエリスを出すのだ。ミカエリスは出たターンに除外効果を使えるのでこれでリーラも除外して勝ちなのだ。エクソシスターの強みが見えた対戦だったと思うのだ。エクソシスター使いなら覚えておきたい動きを紹介するのだ。注目するのはマルファと他のエクソシスターの違いなのだ。繰り返しだけどエクソシスターの共通効果は墓地のカードが相手によって離れた場合に発動できるのだ。でもマルファだけは相手によってという言葉が抜けているのだ。つまり墓地のカードが自分によって離れた場合も発動可能になっているのだ。これを展開に利用した動きがあるのだ。例えば相手が手札誘発を使うなどして相手の墓地にカードがある状態を考えるのだ。この状態でマルファプラスエクソシスターから展開するときマルファの効果を使ってモンスターを並べた後すぐにエクシーズせずもう1体モンスターを出してからマルファ以外でエクシーズをしてカスピテルでなくミカエリスを出すのがポイントなのだ。ミカエリスは魔法トラップのサーチ効果だけでなく相手の墓地のカードを除外することもできるのでこれにマルファが反応して1体でエクシーズできるのでエクソシスターモンスターの消費を抑えて次のターンのリソースを残すことができるのだ。以上がエクソシスターの解説動画になるのだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をお願いするのだ。